東京はものすごく日本の中で人口が集中するので、もともとあった大きな土地をこう2分割とか3分割に小さくして、ちっちゃい家をたくさん建ててたくさんの人をこう集めているっていう、今状況があって、現実的に東京で今家を建てようと思うとやっぱりこれぐらいかもっと小さいところに、現実的に東京に住むっていうのはこういうことになっちゃうっていう、リアリティがありながら、それをいかにこう払拭して、可能性、小さい土地にこうどうやっておおらかに住むかっていう、可能性を提示するのがこの家の一つのミッションだったなというふうに思ってます。きっかけは、レゴが好きで、ちっちゃい時からたくさんいろんなのを買ってもらって、それを説明書通りに初めは作るんですけど、すぐ壊していろんなものを組み合わせて家とかお城とかを作ってるうちに、これをこのまま仕事にしたら、楽しいなって思ったのがきっかけです。結婚してすぐに夫婦で家を建てようっていうことを話していて、その時から、見つけた後も1年ぐらいは、夫婦でああだこうだ言いながら設計したりして、土地探しも含めると5年近くかかったと思います。7枚の床が少しずつずれながら空間ができてます。2階建てと言いながら実際は4階建てぐらいの高さがあって、軌跡を大きく作って広く感じられるような建築にしています。とにかく土地も建物も小さくなる、コンパクトになることは初めから分かってたんで、それをいかに感じさせないおおらかな家にするかっていうことと、自分たちが大事にしているさっきのこのお互いの居場所が感じられるとか、そういう部屋の使い方を決める作り方をするというよりは、自分が好きなところで本を読んだりご飯を食べたり仕事ができるように、時間思い思いにその過ごす場所に応じて自分が合わせるんじゃなくて、場所が自分に合わせて変わってくれるみたいな、そういう感じですかね。ここが玄関と仕事場になってます。ここは、軌跡をなるべく大きく取るように、床を下げて天井を高く作ってます。で、上も少しずつ、天井を奥に向かって下げて作ることで、こちら側に大きな開口が作れるように計画してます。で、床は、これが梁っていう構造体なんですけど、普通はこれの上に床を作るんですけど、これの下側に床を作ることで床を下げて、少しでも軌跡を大きく取れるよう、天井の高さを大きく取れるように、これが階段の一部のようになっているので、ここからステップで上がれるようになっていたりとか、ここに腰掛けられて椅子とかベンチになるように、計画をしてます。で、こっち側もステップの一部のようにすることで、この床下を下駄箱収納にしてスペースの有効活用をしてます。こっち側は、壁を少しずつ、ずらして内側に入れているので、ここにスリットの細長い窓ができていて、こっち側からも光が入ってくるようになってます。ここの窓からすごく四六時中光が入ってきて、時間によって光の入り方が全然変わってくるので、一日いても全く飽きない気持ちのいい空間になってます。で、あとは持ってる、蔵書をなるべくたくさん収納できるようにしたかったので、壁の一面を本棚にしていて、仕事で使う本とか、趣味で集めてる本とかを壁のこっち側に全部収納しています。
ここがキッチンになります。キッチンは、建物のちょうど真ん中に計画していて、1階からも、2階からも同じようにアプローチできる場所に建物のちょうど中心部に設けてます。で、家自体が少しコンパクトなんですけど、それに対してキッチンは少し大きめに作っていて、かつ、僕と妻の身長に合わせて少し、高めの作業台にして、奥行きはなるべく小さくして、邪魔にならないようにしてます。あとはキッチンっていう感じで作るんじゃなくて、こう廊下の一部がキッチンになってるようにすることで、小さい家だけどスペースを有効活用できるようにしてます。で、あとはなるべく扉を、設けずに下の収納も上の収納も、しまってあるものとか置いてあるものが基本的に見えるように、設計してます。あとは細かい話ですけど、天板のステンレスも、長いんですけど継ぎ目が出ないように一枚物で作っていて、見た目もそうですけど清掃性も配慮した計画にしてます。工事費が厳しい計画だったんで、この辺の、塗装は全部自分たちで塗ってます。それぐらいですかね、大変だったのは。で、あとこっちの階段も、一応階段なんですけど、収納にキッチンの収納の一部になるように計画していて、パントリーみたいに使っていたりとか、料理してちょっと疲れた時にここに腰掛けられるように、段差を居場所になるように計画してます。ここがリビングになります。だいたいご飯食べたりとか、くつろぐ空間はここになりますかね。で、なるべく明るいお家にしたかったので、床と同じレベルに大きな窓を一つ、あとはハイサイドライトももう全面窓にして、外からは覗かれないけどさんさんと光が入るような空間にしてます。で、ここも、変わらずコンパクトな空間なので、家具とかをたくさん置いちゃうと途端に空間が狭くなっちゃうので、必要最低限な家具だけ、置いて、あとは下の階と同じようにいろんな段差が椅子になったりとか、ちょっとこう作業台になったりとか、そういう風になるように段差を計画してます。ここはちょっと、半分テラスというか庭みたいになるように計画をしてます。コンクリートの壁はちょっとこう木目が転写されるような作りにしていて、でかつ、こっちの壁とか天井には照明が全くついてないですね。で、なるべく今とかもこう光が綺麗に入ってきて、この壁がちょっとアートみたいになるようにデザインして計画してます。なのでほとんど壁に普通だったらついてるスイッチとかがないっていう感じになってますね。あとはここにはしごがついていて、ここからも一応上に上がれるようになっていて、風を抜いたりとか窓の掃除ができるように計画してます。ここも同じようになるべく天井を高く取るように計画していて、だいたいここ5メートルぐらいあります。で、逆にこの寝室の方は天井が2メーターぐらいしかないんですけど、そのメリハリをつけることでこっちのメインの生活空間がなるべく、大きく対比的に大きく見えるように計画をしてます。ここがバスルームになりますね。こっちの箱の中がトイレになっていて、あとは洗面と洗濯機が置いてあります。で、奥がお風呂になっていて、お風呂は、小さい家なんでちっちゃく作ってこう窮屈にするっていうよりは、なるべくこの開放的な空間をお風呂の中でも味わえるようにしたかったので、壁はガラスにしてそのままこう空とか外が見えるようにしてます。洗濯を外にあんまり干したくなかったんで、
このなんていうんです、鉄筋棒なんですけど、これを物干し、手すり兼物干しにしていて、これちょっと見てもらうと、ここになんていうんですかね、凸凹がついていて、これにハンガーをかけるんですけど、ちょっとストッパーの役割になるという感じで、高い空気は基本的に上に上がってくるんで、日ももちろん当たりますけど、あったかい空気で洗濯物があっという間に乾くっていう。信念は、あらゆる変化を受容するおおらかな、力強い建築を作りたいと思っています。で、建築は一回作ったら洋服とかみたいに、気分に応じて変えたり交換したりっていうのが難しいので、だけど、ともすれば人の寿命よりも長く世の中に残り続けるので、たとえ住まい手が変わったりとか、住んでる人の生活のスタイルとか家族構成が変わっても、その建築とか空間の持ってる良さっていうのは損なわれずに、だけどいろんな変化に対応できるみたいな、できたものがなるべく小さくならないように、軌跡を大きく取るとか、視線の抜けを上手に使って、小さいながらもそれを感じさせないようにこの家は設計をしてます。